こちらになります。間違えた。こちらになります。はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シノピーです。今回はね、ホイールとタイヤの方をちょっと綺麗にしていこうかなと思っています。で、使用する洗車用品がこちらになります。はい、すべて G4 の商品でちょっとタイヤとホイールをね綺麗にしていこうかなと。でもうね、勘のいい人だったらお気づきかもしれないんですが、今回はそう提供動画になります。ありがとうございます。で、過去にね、ウェットコートだったり、あとシルクドライヤー、あとバスプラスの動画を上げてるんだけど、その動画をね、メーカーさんが見てってくれたみたいで、今回ね、ぜひ使ってみてくださいという形でお話をいただきました。で、その時に僕ね、正直に全部言っちゃいますけど大丈夫ですかというお話をしたら、構いませんと、その思ったことを正直に言ってくださいということだったので、今回こちらのね動画を撮ることになりました。で、簡単にね商品の方を説明していくと、僕が使ったことあるのが、この2つかな。これはね、まだ動画で紹介してないんだけど、個人的に使用してるやつで、鉄粉除去剤になります。これでまずホイールをきれいにすると。で、鉄粉除去できるプラス界面活性剤が入っているので泡立つから結構使いやすい。これがいいところかな。あとウェットコート、これはもうね過去に動画上げてるので、皆さん知ってると思いますが、スプレーシュッシュするだけでもう撥水しますよっていう撥水コーティング剤で、こっちが使ったことなくて、まずこれはホイールブラシ、ホイールの奥をね洗浄するブラシで、あとはこれがタイヤクリーナーって言ってタイヤの汚れを落としてくれる洗車用品で、最後にこれね、これはねタイヤっていう名前のタイヤワックスになります。で、このウェットコートとこのタイヤワックス、これ両方ともね汚れを付着させないように撥水効果があるみたいで、今回はねどうしようかなっていろいろ迷ってるんだけど、タイヤを半分にして、通常洗車と、あとこれらの商品を使った、クリーニングつか洗車で、どういう見た目の違いとかが出るのかっていうところをやっていこうかなと思っております。で、ここでねいろいろごちゃごちゃ言っててもわからないので、実際に使ってみるのが一番ということで、早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回洗うのがホイールとタイヤになります。で、まず最初ね、比較じゃなくて簡単に使い方、使い方もねこういう手順で使うとよりいいですよっていうのを教えてもらったので、それをちゃちゃっと紹介して、その後にちょっと比較をしていこうかなと思います。で、まず用意したのがこれらです。ご提供いただいた商品と、あと手袋ね。これはね鉄粉除去剤アイアン、僕個人的に使ったことあるんですけど、この鉄粉除去剤をね使う時は、お肌の強い人もいれば弱い人もいると思うので、僕はもうお肌弱々なのでニトリルグローブをつけます。で、まず準備なんだけど、このホイールブラシ、これをまず水につけておきます。染み込ませておく。で、この状態で洗っていっちゃうんだけど、まずアイアン、これでホイールの洗浄を行います。で、このアイアンの使い方なんだけど、ホイールが乾いている状態でこのアイアンを吹きかけると。多分その理由はね、水がついちゃうとどうしても水の上にアイアンがついちゃって鉄粉除去剤の効果を十分に発揮できないからだと思う。なのでこの乾いた状態でまず吹きかけていきます。そう、これね匂いがね結構すごい。言い忘れてた。そう匂いがね、鉄粉除去剤独特のね匂いがするので、匂いはちょっと注意が必要ですね。うわ、すげえ汚ね。で、この後にさっきのホイールブラシで洗っていくんだけど、タイミングはちょっともう変化してきちゃったかな。この紫、鉄粉にこの反応して紫になってるんだけど、これが徐々に茶色くなってきます。茶色くなってきたら、洗い流すタイミングと。これはもう茶色くなってきたね。で、時間で言うとどんくらいだろう。今まだ30秒ぐらいかな。で、もう少し、置いちゃっていいです。うお、すごい。だいたい 2,3 分ってとこかな。気持ちいいね。うぎゃー。それはちょっと放置します。で、茶色っぽくなってきたら
ホイールブラシ、これを使って洗っていくと。これ使うのはね初めてだ。こういった感じだね。うげ、汚れてる。あ、このスポークのとこやりやすいね。手を汚さずにできる、そういうことね。いけ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 。うわ、すごい汚れが。そしたらこの上の方、奥の方を洗っていきます。この奥の方ね、手突っ込むとこのブレーキのところでね手切ったりすることがあるので、もうこういう手を入れずにねこの奥を洗えるっていうのはねありがたい。あ、ここもいけるじゃん。この先っぽもねこのスポンジっていうかこの毛になってるので、この先端でこうディスクを洗うこともできるので、これはいいよ。この界面活性剤、この泡が出るっていうのもいいね。けど1個ね気になったことがあって、これ1本しかない場合、表面こういうところを洗うのがちょっと難しい。難しいね。ってなると僕はこういうスポンジ、もう使わないスポンジとかを使って表面をこうやって洗っていっちゃうかな。はい、勝手に自己流入りました。これもう染み込ましちゃってもありかもしれない。あ、こっちの方が滑りが良くて洗いやすい。勝手に自己流やってます。すいません。したら一回洗い流します。うわ、すごいね。うわ、うわ、すげえデルデルデールねじゃん。でこれアルカリ成分残したくないので、ちょっと強めのこういったジェットもしくは、カーシャンプーとかを使うといいかな。で、ちょっと気になるところがあるようだったらちょっと追いアイアンしてあげて、またちょっとこういった感じでね汚れを落としてあげる。で乾くとね汚れも乾いちゃうので、ある程度早めに水をかける。あ、すごい綺麗になった。 OK です。でこのね水でアルカリ成分を落として、まだちょっと気になるっていう場合はカーシャンプー、バスエッセンス使っとこう。よいしょ。これもうフィール用にしたムートングローブです。もしくはいらなくなったねホイール用に使ってるスポンジとか、そういうのを使ってこのアルカリ成分を落としてあげる。でなんかやりにくいなとかそういう場所があったら、歯ブラシとか、あとはこういうハケとかね、こういうのを使って洗ってあげる。であとはアイアンを、よく洗い流して先ほどのブラシで洗ってあげるね。奥の方はこのブラシの方が圧倒的に楽。あ、すごい汚れてた。結構強いね。このキャリパーのところ挟まるぐらい結構ギリギリのクリアランスなんだけど、今一瞬ね壊れるかなと思ったけど全然余裕そう。はい。であとは洗い流す。やべえ、マジで綺麗になった。これだけで、こういう風に洗い終わったら、こちらウェットコート、これ撥水剤ね、これを吹きかけていきます。でこれはね水に濡れた状態でも吹きかけるだけで撥水するっていうタイプです。でブレーキ、気になる方はクロスとかにつけてこう拭いていくのもあり。これだけでねすごいツルツルになるし、汚れの付着を防止してくれると。これだけでほらもうここ撥水してるの分かる？この辺特に撥水していません。これをウェットコートを染み込ませたクロスでこういう風に表面をね撫でていく。もうちゃちゃっとですよ。であとはちょっと水をかけてみます。ほらこれだけで撥水しています。もちろんね吹きかける方法もあり。次この下の方やってみようか。ここね特に撥水はしていないと。ここにウェットコートを吹きかける。であとは洗い流す。これだけで撥水すると。で拭いてあげるとさらにこのツヤっつうかツルツル感だったり、この撥水のね感じが強まるみたい。お手軽。一応こんな感じでホイールの方は終わりかな。あんまねホイールにその撥水剤とかを使う人ってどうなんだろう、いるのかな。結構ねこういう風に撥水すると気持ちいいよ、見てて。このね気持ちよさをねお裾分け。
わかる？このね、なんかギラギラしたこの撥水してる感じ、これ雨の日もね映えるでと。こんな感じで一応ねホイールの方は終わりで、次はねタイヤの方洗っていきます。でタイヤの方はこのタイヤクリーナーで一回きれいにしてからタイヤっていうねワックスを使うんですが、これもね乾いた状態の方がこの汚れを落としてくれるみたいなので、一回ね乾かします。でここをねもう賛否両論だと思う。このタイヤをどうするかっていうところ、そのタイヤワックスを使うかっていうところもそうなんだけど、このタイヤの汚れ、今ちょっと濡れちゃって分かりにくいんだけど、このタイヤの汚れってまずねこのタイヤから出る劣化防止剤っていうのがこの周りに付着して汚れているのが一つ、あとはピッチタールみたいな油分だったり、あと砂ぼこりとかそういうので汚れちゃってるのが2つ目ね。でこの劣化防止剤、これを今からそのクリーナーでね洗い落とすんだけど、これはね洗い流さない方がいいという声も多くあります。そのタイヤを保護するためにそういう成分がついてるけど、見た目が汚いと。でこの後に使うこのタイヤっていうタイヤワックス、これがタイヤを保護する役割もあるので、なんて言ったらいいんだろうな、難しい。これねどっちがいいのか、これはね皆さんの方で判断してもらえればいいのかなと僕は思うんだけど、僕はね気にしないタイプ、もう洗っちゃう派だね。なんだろう、化粧みたいな感じ、一回洗顔フォームで洗ってきれいにしてまた化粧をするみたいなイメージかな。どうしてもねそのタイヤワックスを使った時にこの茶色いこの劣化防止剤、これとそのタイヤワックスが混じって綺麗なねそのツヤだったり黒さっていうのが出ないので、僕はそのタイヤが劣化する前にそのタイヤ、この山の方が先に消費するんじゃないのかなと思ってるタイプ。これなんかどっかの動画でもひび割れより先にねタイヤ消費するし、もう私は洗っていますっていう人も結構いた。もちろんね洗ってませんっていう人もいました。僕は今回は一回洗います。で僕もそんな気にしないです。洗っちゃうタイプ。今軽く拭いただけでもうこれだもんね。これがその劣化防止剤なんだけど、汚れとみなすかみなさないかみたいなところだよね。難しいよ。見た目はね良くないですわ。でこれは、今回落とすんだけど、普通に洗車したぐらいだと綺麗に落ちないと。でそれを落とせるのがタイヤクリーナー。はい、そしたら乾いてきたので、洗ってきます。わかる？この茶色いの、この茶色い汚れを今から落とすと。でこの乾かすのちょっとめんどくせえって一瞬ね僕も思ったんだけど、タオルで拭き取った後にそのまま、30秒ぐらい放置すればタイヤあっという間に乾きました。だからそんなねタイヤ乾かすのはめんどくさいとは僕は思わなかった。じゃあかけていきます。こういった感じでいいのかな。これはね使ったことないんだよね。匂いはねなんか汚れを落としてる匂いがする。タイヤじゃないな、これ何の匂いだ。なんかねちょっとね強力な洗剤の匂いっていうのかな。で見える？茶色くなってるの、こういった感じで茶色くなってきます。でこれをブラシで落とす。下の方この辺もちょっと歯ブラシでやってあげよう。車動かしてもいいんだけどちょっとめんどくさがっちゃった。はい、そしたらタイヤワックスもね一応、乾いた状態での施工になるので一回タオルで軽く拭き上げます。これでもまだ汚れてるもんね。もうちょいやってもいいかな。けどなんかさっきのタオルは最初はこんな感じで、今はなんか洗剤の成分がまだ残ってる、ちょっと染みたような感じの汚れ。綺麗になってるとは思う。あの汚れで綺麗になってなかったらどうかしてるぜ。軽く拭き上げたので乾くまで少々お待ちください。はい、タイヤの方乾いてきたのでタイヤこれをちょっと塗っていきます。でも使い方はすごい簡単。スポンジにチュッとワンプッシュぐらいでいいかな、塗ります。でねこれすごいいい匂いする。なんだろう、グミじゃないかな、難しいな。とりあえずいい匂いします。であとは塗っていくだけで、これタイヤワックスね、これ油性なんだけど一応水性のエクスプレスっていうタイヤワックスもあるので、気になさる方はそちらでもいいということですね。ですごい伸びる。で油性のねタイヤワックスがもうダメと言われてる理由っていうのが、
先ほどのもう落としちゃったんだけど、タイヤの劣化防止剤、それをその石油系溶剤で落として、でその上にワックスのコーティングをするっていうタイヤワックスもあって、一概にその全て石油系溶剤入ってるとは言えないんだけど、その劣化防止剤を落としちゃうのが良くないっていう意味で油性がダメと、結構言われてるんだよね。でこれにはその石油系溶剤じゃなくて、撥水させるためにシリカ、コーティング剤とかに入っているシリカ、それが入っていると。でこれね、撥水もすごいのでちょっとぜひ見てもらいたいと言われたので、この後ちょっと水をかけてね、どんな感じに撥水するのかそこまで見ていきたいな。こんな感じかな。はい、タイヤワックスまで塗り終わりました。どう見た感じはツヤのあるタイヤワックスだね。けど、変なねギラギラっていうほどテッカテカまだいかないかな。すごい綺麗になったと思います。いいんじゃない、いいんじゃない。で今回ね使ったブラシとかを入れてた、先ほど最初に紹介したバケツね、つけておいたバケツなんだけど、大変なことになってます。はい、こちらすげえ。これがホイールから今日出た汚れ、あとタイヤもそうか、棚、これぐらい汚れていると。そしたらちょっと水かけてタイヤの撥水見ていこっか。じゃあ水かけていきます。すごい、タイヤもホイールも撥水しています。いいね。いいですよ。はい、そしたらこれリアなんだけど、最後にフロントの方、これ半分にちょっとマスキングして、半分洗う、半分洗わないで、ちょっとビフォーアフターね分かりづらかったと思うので、そこを最後比較して終わりにしたいと思います。はい、そしたら翌日になっちゃいました。理由はね、昨日施工して、その後雨がね降ってきちゃって、ちょっと撮影を続けられなかったので、翌日今撮影しております。で一応ねこういう風に、マスキングを簡単にしました。で今から下側だけ洗ってみて、最後に剥がしてね、この施工前と施工後のビフォーアフターみたいのを見せたいなと。で使い方に関しては昨日、動画で言うと先ほど説明させていただいているので、早送りで、ちゃちゃっと下側だけ洗っていきたいなと思います。じゃあ早速いっちゃいます。はい、といった感じで施工の方終わりました。今からもう養生を剥がします。ビフォーアフターいくよ。よいしょ。じゃじゃーん。どう？全然違うよね、そりゃ。一応こんな感じです。右が施工前、左が施工後。じゃあ一回水かけてみます。こういった感じ。タイヤもホイールも撥水してるね。全然違うね。じゃあ施工前の方、簡単にカーシャンプーで洗って、で最後もう一回水をかけて終わりにします。簡単に洗いました。よいしょ。こういった感じ。一目瞭然。そしたらね、一応比較の方はこれにて終了。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はね提供動画ということで、全てジーオンの商品でタイヤとホイールの方をきれいにしてみました。で使ってみた感想なんだけど、まずねホイールブラシ、これはねすごい便利だったね。特に奥の方を掃除するのがすごい便利。なんだろう、その表面をね掃除した時に、奥の方ちょっと狭いからいいやと思って、その掃除しなかった時、その時ってなんかね終わった後に結構後悔したりするんだよね。うわ奥汚れてる、やっとけばよかったって思うんだけど、これはね本当に簡単にこの奥を洗えるっていうのと、結構頑丈、すごい頑丈なのですごいいいな。難点を言うとしたら、表面が洗いづらい。なので表面はね、スポンジとかでちゃちゃっと洗っちゃえばいいのかなと思います。これも奥掃除するのにすごい良かったです。続いてこちらアイアン、これは鉄粉除去剤ね。これはね、すごい鉄粉に反応するし、汚れも落としてくれるけど、難点がやっぱ匂いだね。
匂いがね、やっぱこれ鉄粉除去剤だからまあしょうがないんだけど、結構ね強烈な匂いします。そこぐらいかな。あとね、今回みたいにホイールやった時にブレーキディスクにもこの鉄粉除去剤がかかると。そうすると最後乾いた後ね、こういう風になります。こういう風に茶色くなるんだけど、これはねもうそのブレーキディスク自体が鉄で、そこにもねこのアイアンが反応しちゃってるので、こうなるのはね鉄粉除去剤だからしょうがないんだけど、一応ね乗る時精度確認をして、でブレーキを踏めばねこの表面が削れて元に戻るので、そんな気にしないかな。綺麗になるのですごいいいと思います。で続いてウェットコート、これはねもう言うことないかな。過去にも使ってるし、すごい楽ちん。水が残ってる状態でシュシュッとかけるだけで、この動画でも言ってあるんだけど、ブレーキ周り気になる方はクロスにつけて拭くだけでも撥水するので、すごいおすすめです。ボディにも使います。あとはタイヤだね。タイヤクリーナーはねもう賛否両論だから結構難しいところなんだけど、僕はその汚れてるのが嫌だっていうか、やっぱねその表面が茶色い状態でタイヤワックス施工してもなんかね焦げ茶みたいな感じ、綺麗な色っていうのがね出ないんだよね。なので僕はね結構落としちゃうタイプ。もちろんね、落とさない方がいいとか、自分は落とさないっていう人もいると思うんだけど、そのタイヤのね汚れ落としたいなっていう人は、じゃあタイヤクリーナーすごい本当に汚れ綺麗に落ちたのでおすすめです。でもちろんねこの汚れを落とした後、表面が人間でいうすっぴんみたいな状態なので、そこに化粧水とかしないとこの乾燥してパサパサとなるじゃん。だからこのクリーナーを使ったら必ずタイヤワックス、タイヤこれをね使った方がいいね。でこれね本当に匂いがいいんだよ。匂いなんかそのタイヤの匂い嗅ぐやついないから別に気にならないと思うんだけど、やっぱ施工する時にねやっぱ匂いいいとなんかいいなと思うんだよね。ですごい伸びもいいし、撥水もする。でタイヤのね保護の役割もあるし、その撥水することによって汚れも寄せつけない。一応油性なので、どうだろう、気になる方はその動画内でも言ってるんだけど、エクスプレスっていう水性のやつを使ってもらえればいいのかなと。それぐらいかな。すごい伸びるし使いやすかった。あとG オンのいいところはね、その個人的に言うとおしゃれ。なんかもうたくさんねあればあるほどかっこいい。性能ももちろんなんだけど、意外にねそういうのを僕気にするタイプっていうか、コレクターではないんだけど、並んでるとね結構かっこいいです。特に気になったのは匂いぐらいで、これ使ってみてくれって言ってきたものだから、やっぱね自信あったんだろうね。確かに効果はねすごかったと思います。なので皆さん気になった方はね G オンこちら、ウェットコートだったり他にもいろいろあるので、ちょっと調べて購入してみてください。とりあえずね今回動画の方はこれで以上になります。面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。